味が強め。美味しい。美味しい。飲める。昔ながらのうどんが基本好きなので、それを伝えたいなっていうんで、おはようございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。オープン10時。10時です。前の日に、できることはやってから帰ってるんで、うどん屋さんの朝ってすごい早いイメージがあるんで、そうですね、ちょっとみんな朝苦手なんで子供もいるんで。ここはあれですか、女性の職場ですか？あ、そうです。今日は3人おるんで、うどんする、こっちするとかって全然場所違うんで、好きなとこ取ってくださいはい。私はいりこと昆布とかつおの3種類のブレンドになってます。はい。おいくつなんですか42です。何歳の時にここのお店始められたんですか8年前なんで、何歳かな？何歳になるんだ。34らしいです。うどん屋さん志してたんですかそうですね。小さい時からうどんが好きやったので。で大体何食分ぐらい取れるんですか？この一つでだいたい6玉ぐらい取れます。あ、6そんなもんなんだ。はい、そんなもんなんですよ。次から次へと作らないと。
土間なんでめちゃくちゃ寒いです。天ぷらは何が人気ですか？農家さんから直で取ってるナスビの天ぷらはよく出ます。綺麗ですね、ナス。やっぱ取れたてのナスなんで。フライデーってはい、物価高で何もかもが上がってるじゃないですか。いろんな種類の天ぷらを取っていただきたいなと思って、毎週金曜日だけ天ぷら全部100円で、なので金曜日はお客さんが2、3個天ぷら取ってくれたら嬉しいなっていう。お子様に50円です。今から10分休憩いただきます。
長、はいここのうどんの特徴を教えてください。はい、麦は割と太麺でやってます。お客さんからはたまに合麺って言われることもあります。それぐらい作るってこそうですね食感は強めですね。コシが強め。結構多いですね、一玉。そうですね、ボリュームあります。今日が一玉です。ここの方は週が多いですね。お待たせいたしました。手かけの手。お待たせいたしました。お待たせいたしました。
お待たせしました。日替わりで天ぷらの盛り合わせなんですけど、今日は昆布天と唐揚げです。お待たせいたしました。ぜひこれ食べてもらいたいなっていうのありますか？珍しいってみんなお客さんには言われるんですけど、おかか肉ぶっかけとか梅おかかぶっかけとかおかかのメニューをうちは推してます。食品ロスを抑えたいなっていうので、だしを取った昆布といりことカツオをどうにかなんか使えないかなってミキサーで砕いて味付けて使ってます。日替わりとかの昆布とかもだし取ったやつを炊いて使ってます。女性だけで働いてるので、どうにか。女性の職場にしたいなみたいなのがあるんですか？そんなことはなかったんですけど、なぜかそういう風になっちゃったって感じです。お待たせいたしました。すだち冷やかけのつゆです。失礼いたしました。お待たせいたしました。お次の方どうぞ。ありがとうございます。いくら小でよろしいですか？お待たせいたしました。お待たせいたしました。うまい。今日は何を注文されたんですか？これは肉かきかけのあったかいやつかな。肉うどんの今日コシが伝わってくる。美味しい。美味しい。飲める。おお。
肉も玉んってもばらけていくよ、お店はよく来られるんですか？いやこれは初めてです。いや美味しいとこあるから紹介したのにあそこ行こう言ってロシアとかごちそうさまでした。美味しかったよ。結構勇気いりませんでした？ここ始めるってなったら。もちろんいりました。もう香川県はちょっと走ってもうどん屋があるじゃないですか。そんな中での挑戦だったので大丈夫かなって思いながら始めました。お正月とかゴールデンウィークとかは私たちの友達が続々と手伝いに来てくれて成り立ってます。そこはもう休んじゃおうじゃないんですね。もうそこで頑張っちゃおう。はい。両立は大変ですか？その家庭と仕事の両立。最初は大変だったんですけど、今はもう慣れちゃってます。前の日にあれをしとけばいいとか、だんだんこう分かるようになってきて、お客さん対応しながら手が空いてる人が次の日の仕込みに入ってくれるので。お待たせいたしました。お待たせいたしました。ゆっくり。ありがとうございます。お待たせいたしました。昔ながらのうどんが基本好きなので、それを伝えたいなっていうんで、この店構えというか、はいもういいですよね。そうですね、ちょっと古臭い感じでやらせていただいてます。これからこうしていきたいとかありますか？美味しかったよっていう一言でこちら側頑張れるので、
その一言をもらうために努力しながら頑張っていきたいです。